Yasuke was a man and he deserves to be given respect for what he did, which was absolutely amazing. To come from the other side of the world and to rise to the top of another country's culture, be at the side of the greatest ruler of the time, fighting at his death, loyal to the end. It's an amazing story. 朝栗騒動のすべての元凶、ロックリーの正体判明か。土曜日の皆さんおはようございます。プクちゃんファン第1号です。めちゃくちゃ衝撃的な速報が来たので、今深夜前に動画撮ってます。なんと、ヤスケについての間違った情報の全ての元凶だと思われている人物がほぼ確で確定してしまったと今ネット上でお祭り騒ぎになっています。その名も以前から話に出ているトーマス・ロックリー教授。彼は日本大学に勤めているイギリス出身の方なんですが、多くの欧米人がヤスケが伝説の黒人侍だと信じるきっかけになった本 African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan の紛れもない著者です。ヤスケ、そして今作の擁護派のほとんどは、今もヤスケは侍だと書かれたまま凍結している英語版ウィキペディアからのヤスケの間違った情報を得て、僕ら反対派の日本人をヤスケを認めない黒人と言ってるのですが、調べてみますと、英語版ウィキペディアのヤスケページの多くの情報は、2012年に生まれた鳥取トムというユーザーによって2015年から2019年までの間に書かれた、もしくは編集されたものということが判明。鳥取トムとトーマス・ロックリーってなんか似てませんか？それもそのはず。調べてみると、トーマス・ロックリーさんは来日の最初の2年は鳥取の小学校で ALT をしていたということです。だから鳥取トーマスイコール鳥取トムと。英語圏ではトーマスはトムって略しますから合点がいきましたでしょ。そして英語版ウィキペディアの内容の多くは当時存在するはずのなかった未来の論文を参考にしていたということも発覚し、カオスな状況になっているようで、特に最後の部分は説明なしでは意味不明だと思いますので、詳しくまとめている記事、そしてヤスケ擁護派の怒りの声を一緒に紐解いていきましょう。それでは鳥取トムへ大手、高評価よろしく。アフリカンサムライ、ヤスケ伝説の誕生と拡散、とあるユーザーによるウィキペディアへの貢献という STST さんの記事ですね。リンクは概要欄に貼っておきます。アフリカンサムライ、ヤスケに関する真偽が定かではない数々の伝説の誕生と拡散には、2019年発行のトーマス・ロックリー氏らによる小説の影響が大きいと言われている。一方で過去の英語版ウィキペディアの内容を遡ると、この小説が発行される前からヤスケに関してのオリジナルエピソードが新潮後期などの公式な書物の内容に追加され、彼の小説の内容とヤスケの情報が拡散されることに影響を与えていることが見える。冒頭にも言いました通り、鳥取トムというユーザーが2015年から2019年までヤスケについての英語版ウィキで編集脚色を繰り返し、日本に伝わるヤスケについての数少ない情報源である新潮後期にすらなかった情報を好き勝手に書いていたと。先日の英語オンリーの動画でも紹介しましたが、この記事にはヤスケの名前はあったものの、彼には名字はなかったことから、ヤスケ侍説はほぼ消えたかなというような話だったんですが、それに反対するかのように、ロックリー教授はアフリカンサムライって大文字の本出してましたからね。それをポリコレ派からしたら、最強黒人侍って肩書きに釣られて擁護しちゃいますよ。2015年9月12日、それまでアカデミックな参考文献に乏しかった英語版ウィキのヤスケのページ上で鳥取トムがロックリー賞2016年印刷予定ヤスケの物語信長の黒人の家臣という名の論文を参考文献としてヤスケについて多くの編集がなされた。しかしここでも記されている通り、この論文は2016年、つまりこの記事の編集は2015年になされたので、その翌年にこの論文は発表予定となっている。僕これ読んだ時に思考停止したんですが、皆さん理解できましたか？ 2015 年の Wikipedia 編集の時点で、鳥取トムがトーマス・ロックリーが2016年に発表する予定だった未来の論文をソースにして Wikipedia を好き勝手に編集してたってわけですよ。ソースは俺を現実でやってる教授ってやばない？何が起こってるか理解した瞬間にゾッとしたんですが、新手のホラーでしょこれ。この時点で鳥取トムイコールロックリー教授はほぼ確かなと。さすがにそのような未来の論文は誰も読めないのだから参考文献としてふさわしくないと通常ならばツッコミが入るところだが、当時はヤスケへの注目度も低かったのか、特に問題とされず、2017年までそのまま放置された。通常、Wikipedia 上で販売前の書籍の宣伝が行われることはないのだが、鳥取トムにより、ヤスケ伝説を語る上で欠かせない例の本が宣伝された。トーマス・ロックリーとジェフリー・ジェラードが執筆した、ヤスケに関する初の英語版長編、アフリカ系の侍、
日本の伝説の黒人戦士、安家の真実の物語は2018年5月に出版される予定だ。なお、販売は2019年なので、この2018年というのは誤りだったようだ。Wikipedia って特定の商品を宣伝してはいけないっていうルールありませんでしたっけ？というか自分の本の販売日1年間も間違えるなよ。当時は安家に対する注目度も低かったのか、宣伝目的として問題視されることはなかったのだが、この記述は1ヶ月後に残念ながら他の様々な項目と一緒にまとめて削除された。なお、この本の宣伝をもって役目を果たしたとの考えからか、鳥取トムの安家ページの編集はこれが最後になった。最後にトーマス・ロックリー氏は文藝春秋のインタビューにて以下のような発言を残している。最初に来日したのは21年前になります。安家との出会いは2009年で徳川家康に仕えたイギリス人外交顧問三浦安人のウィキペディアを見ていたところ、関連項目の欄で安家を発見したんです。こんな人がいたのかと驚きました。彼は当時からウィキペディアの記事の影響力の高さを身をもってご存知だったのかもしれないと記事は締められてますね。すごくわかりやすくまとめられてますんで、リンクは概要欄に貼っておきますね。ゾッとしたりイライラしたり感情的なジェットコースターに乗ったような気持ちにさせられる記事でしたが、彼の本を信じた朝栗、そして安家擁護派の声をいくつか紹介していきますね。The outrage from Japanese critics feels unwarranted given how often their own media distorts historical facts and cultural elements. It's frustrating to see such a double standard when Western developers want to explore and represent Japanese history in their own creative way. Japanese creators have long enjoyed the freedom to fictionalize historical events and cultures, including those of the West. But this time they are trying to cancel everything. The attempt to cancel this game reeks of hypocrisy. The backlash over Yasuke feels hypocritical. I still want to believe what's said in the book.They are not letting him be remembered as samurai. This is just sad. We've been tolerating the Japanese medium, have found blackface in the characters, etc. And now it's our turn to enjoy the black protagonist. Well, they seem to have a different opinion about that, and it's very sickening. 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターのフォローしていただけるととっても喜びますのでよろしくお願いします。それでは一日おし。ユーザーネームLOコーヒーさんからのお便りですね。コーヒーですかこれ何ですか？質問。こんなことやってるから Amazon に The Boys 作られるんだよ。質問。エリタさんはヒューマンフラッグできますか？やったことないですが絶対にできないと思います。割とぽっちゃりなんで。ゼロキスさんからのハムスターのハムちゃんからのお便りですね。質問ありがとうございます。8分49秒。質問。この子のことを詳しく知りたいです。最後のワンちゃんのことですか？彼はマルプーのピクルスくんです。この間1歳になったオスです。玉なしです。ラム系のご飯じゃないとお腹を下しちゃう可愛い子ちゃんです。この質問者さんたちのように質問あるいは提案というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいので助かります。いつも質問、応援サポート、提案ありがとうございます。土曜日の皆さんおはようございます。土曜日の皆さんプクちゃんファン第1号です。土曜日の皆さんおはようございます。めちゃくちゃ衝撃的な速報が来たので深夜前に今撮影しています。鳥取トムとそれでは鳥取トムへ大手高評価よろしく。とあるユーザーによる Wikipedia のという STSC トーマス・ロックリー氏一方で過去の英語版 Wikipedia の内容を遡るとそれに反対するようにロックリー教授はアフリカンサムライって大文字という名の論文を参考文献として多くの安家について、つまりこの編集時点ではこのウィキペディアで未来の論文何が起こってるか理解した瞬間にゾッとしたんですが、これ新手のフォローかな。何が起こってるか理解した瞬間にゾッとしたんですが、新手のフォロー安家に関する初の英語バーチョというか自分の本の販売に文言集中の春秋すごくわかりやすくまとめられてますんで概要欄にリンク貼